皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日は6月の5日水曜日です。はい。日本に帰ってきてだいたい1週間ぐらいが経過しました。で、今日はですね、フランスとね、日本の違い、いいところ悪いところを紹介していきたいと思います。私が生活していたのはナントという町なので、フランスと日本の違いってよりは多分ナントと私が住んでる東京の違いになると思うんですけど、はい。皆さんね、フランスにどういうイメージを持っているかわからないんですけど、私はね、正直に言うと、フランスのことを憧れていたっていう気持ちもなくて、フランスを特別な目で見ていたとか、そういう気持ちがないので、本当にゼロな気持ち。期待とかもしてないで行ったんですよね。うん。で、いろいろフランスってこんな感じなんだなって、ナントの街ってこんな感じなんだなっていうのが、すごい面白かったので、今日は皆さんに紹介します。はい。で、結果から言うと私は、来年もフランスに行く予定です。ワーキングホリデーでね。うん。多分ナントの街になると思います。はい。理由はね、まあ、リヨンとかボルドーとか、ナント、この3つの都市にね、私は今回行ってみたんですけど、この3つの中で、ナントが一番良かったなって思いました。はい。だから、多分ナントにすると思います。はい。何が良かったのかというとですね、一つ目はですね、自然が多いんですよ。ナントの街。そして広い。広くて自然が多いから、リラックスできるし、なんて言うんだろう、窮屈じゃないの。うん。そう。それがね、すごく私的には良かったです。はい。私は生まれも育ちもこの東京で狭くて自然があまりない人も多くて車も多いっていう生活だったので、ナントの街に行ってすごい広くて、なんか見晴らしが良くて、芝生とかもたくさんあって、本当にね、自然と共存してる感じの街だったんですよね。はい。で、ナントはアートの街としても有名なんですよ。現代アートの街としても有名で、その自然があるところもあるし、そのアートがあるところもあって、私的には美しい街だなと思いました。はい。もちろんね、ちょっと田舎っぽい部分もあるんだけど、それはそれで、私的には新しい経験だなっていうのがあって、はい。それが一つ目。で、二つ目はですね、これは、カナダ行った時、一昨年カナダに行った時も同じこと言ったんですけど、日本より見た目が自由。やっぱいろんな人がいるから自由です。タトゥーがある人もいるし、髪の毛を赤とかオレンジとかいろんな色に染めてる人もいる。ネイルが派手な人、メイクが派手な人、そして何もしてない人。で、服もすごい可愛いギャルみたいな人もいるし、ロックな人もいるし、全然何も気にしないよっていうタイプの人もいる。うん。この東京で暮らしてると、ちょっと服装とか見た目に関しては窮屈に感じます。はい。外に出るときは化粧しなきゃとか、私はフリーランスだからあんまり関係ないけど、会社で働くんだったら髪は茶色か黒。で、派手なアクセサリーもダメ。ネイルも派手なものダメ。服装もオフィスカジュアル。ヒールを履くとか、ヒールかパンプスを履くとか、いろんな制限があって、私はこういう服装は私のタイプじゃないんだよね。そう。だから、日本で生活して、日本で、日本の服装をするよりも、私はやっぱり欧米っていうか、海外の服装が好きなので、それはすごくフランスいいなと思いました。本当にいろんな服装してるから、自分も自分らしくいられるっていう感じ。うん。それが二つ目。で、三つ目なんだっけな。三つ目はね、週末ね、バスとかトラムとかが無料なんです。なんと。そう。なんとじゃなくて、なんとの街が、なんと無料なんです。そう。週末だけ。
だからその週末だいたいみんな出かけるじゃない。平日はやっぱ仕事があったりするから。週末出かける時にトラムとバスが無料だから、なんかめっちゃいい。これは本当助かりますね。あと結構レンタルバイクを私は使ったんですけど、レンタルバイクもいろんなところにあるし、30分無料なんです。30分以内だったらお金がかからないの。これとかもめっちゃいいなと思いましたね。うん。日本だとね、必ずお金がかかるので、週末とか平日とかも。うん。はい。あとなんだろうね。あ、あと、フランスの食べ物で、スーパーに行くと、絶対、オーガニック食品が売ってること。はい。まあ、日本よりも、すごく環境に気をつけているなっていう気持ちがありましたね。その、なんか食べるものに関して、なんか、この食べ物はどんな風に育てられたのかとか、どういう風に作ってるかっていうのがすごく、調べやすかったりとか、その、オーガニック食品がすごいたくさん売ってるんですよ。その、なんだっけ、ビオっていうの。BIO。ビオっていうんだけど、これはヨーロッパでは、そのオーガニック食品のことをビオって呼ぶらしいんですけど、なんか全ての商品、多分ほぼ全ての商品に、普通の商品とそのビオの商品がある。で、結構そのオーガニックのそのビオの商品が一般的。で、卵とかお肉とか野菜とか全部ビオって書いてあるの。牛乳とか。そう。日本だとあんまりそういうの気にして買ったことがないの。ここは生産地はどこだとか、どんななんか農薬を使ってるのか使ってないのかとか、全然気にして買ってなかったんだけど、フランスに行くとなんかそれが結構当たり前というか、自分でその選んでみんな買うみたいな感じで、なんか、ああ、なんか進んでるなと思いましたね。日本もここはちょっと見習うべきところなのかなと思いますね。うん、なんか動物に優しい育て方してるとか、まあ、地球に優しい、動物に優しい、そして人に優しいっていう食品が必ず売ってるっていうのが結構、うん、なんか感動しました。はい。日本にはこれはない。やっぱ高いし、オーガニックって。本当少ししか売ってないからね、日本で。うん。まあ、そんな感じかな。いいところ。はい。で、あともう一つね、結構どうでもいいけどどうでもよくないいいところが一個あって、あの、日本に来た方わかると思うんだけど、日本の新幹線ってめちゃめちゃチケット買いにくいのね。わかる？なんか日本って JR っていうでっかい会社があるの。その鉄道会社が。で、JR 東日本があって、JR 北海道があって、JR 西日本があってみたいな。なんか JR 東海とか、なんかいろんな JR があって、チケットを買うときにウェブサイトが違ったりするのね。で、私これすんごいわかりにくいなと思ってずーっと思ってんの。なんか新幹線のチケットめっちゃ買いにくいっていう風に。そう。で、ウェブで買えなかったりするものとかあったりして。そう。でも、なんかフランスはなんだっけな。フランス国有鉄道 SNCF っていう、全部、フランス国内全部一緒だから、ウェブサイトで全部一緒に買えるのね。なんか、シンプルに、あ、このシステム日本には欲しいって思いましたね。新幹線のチケット買いやすいっていう。うん。これ本当にね、私はいつもね、日本のね、めちゃイライラするところ、複雑システムが多すぎるところとか、めちゃめちゃイライラする。うん。そう。まあ、フランスのね、チケットは買いやすかったです。はい。まあ、こんな感じでいいところがありました。はい。まあ、反対に、やっぱ、ここは日本と比べて、やっぱ日本の方がいいなと思った。まず一つ目はね、やっぱ治安ですね。治安がやっぱ日本に比べると悪いです。はい。まあ、いろんな国の人が住んでいて、で、いろんな民族がいて、で、大陸なので、お隣のヨーロッパの国からも、なんか入れたりとか、移動がしやすかったりするから、まあ、もちろんこう、やっぱいろんな問題があるんだよね。うん。だから犯罪率も別に低くない。うん。ナントの街は、多分他のフランスの街より比較的に犯罪率がめちゃめちゃ高いわけじゃないけど、夜は一人で歩かない方がいいよっていうふうには
いろんなフランスの友達から言われました。うん。日本だったらね、やっぱ夜3時ぐらいに歩いてても全然問題ないっていう。まあ別に犯罪がゼロなわけじゃないんだけど、うん。っていうのがあったりとか。そう。で、この犯罪に関してはね、実は私は、まあ危ない目にあったというか、危ないものを見たりとか、ちょっとこの1ヶ月のフランス旅行でいろんなことがあったので、この治安に関してはまた後日別のエピソードでお話しします。はい。そう。これがまずやっぱりちょっと気になるポイント。で、二つ目はですね、まあ何回も言ってるけど、サービスにムラがある。はい。ムラがあるっていうのは良かったり悪かったりして、なんかもうバラバラってことね。サービスの質にムラがある。うん。すごいいいサービスをしてくれるスタッフもいれば、そうじゃない人もいるし、その私のザラ事件とかフライドポテト事件みたいなことも起これば、めちゃめちゃいいお店もあるから、そう、そこはやっぱ日本は割と均一、サービスはね。やっぱ日本のサービスの質はすごく高いからね。うん。そう。あともう一つは、まあ、これは私がだけかもしれないけど、私はお酒を飲まないのね、あんまり。そう。でもなんかフランスのこのナントの街だと、夜はお酒を扱ってるお店しかオープンしてないの。そう。前も言ったけど、そのカフェとかオープンしてないから、夜つまんない。お酒を飲まない人はどうすればいいのみたいな。お家に帰れってことみたいなぐらいつまらないから、まあそれぐらいみんなお酒を飲む文化がやっぱあるんだと思うんだけど、そことか、そう。で、あと最後はね、まあ、これはね、まあ、いいところでもあると思うんだけど、日曜日、店休みすぎ。マジで。ショッピングモールでさえ休むの。お買い物も行けないの。スーパーも休む。もちろんカフェとかも休むし。そう。マジでみんな休むのね、日曜日。その宗教的にその教会に行くとかそういうものがあったりするらしいんですけど、やっぱフランスってその労働者の権利がやっぱ強いんだなって思うんだよね。みんな休むんだよね。で、デパートとかモールも休むのは結構びっくりした。そう。だから、その平日って仕事終わった後とかあんまり時間がないじゃない。だから買い物に行きたいってなると土曜日しか行けないのね。そう。それはね、ちょっと困ったね。うん、日曜日何するみたいな。うん。なんか電車とか無料だけどやることなくねみたいな。散歩するかとか、なんかとりあえず自然見に行くかとか、なんか一生懸命日曜日空いてるお店探してそこに行ってみたいな。で、そこはやっぱ案の定混んでたりして。うん。それは少し不便だなと思ったけど、まあ、労働者に対してそれはいいことなのかなってちょっと思いますけど。はい。いかがでしたでしょうか。はい。これを聞いたフランス人の方、フランスに住んでる方、何か異論がありましたら、ぜひコメント賛成、反対みたいなね、そういう意見もぜひお待ちしております。そして皆さんの国はどうでしょうかね。はい。ということで、今日はフランスのいいところ、悪いところについてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、X と YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。で、Instagram の名前が、春の日本語に変わっています。もう私のサービスは、春の日本語とサニーサイドジャパニーズだけです。はい。でね、なんか、友達クラブのミートアップを、本当はしたいんだけど、また必ずどっかでしたいと思うんだけど、私のちょっとプライベートの生活が変わりすぎちゃったのでちょっと今できない状況です。でも必ずまたミートアップをするので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。はい。あとですね、そう、サニーサイドジャパニーズ。こちらは私だけじゃなくて、他の先生たちと一緒にやっている会話クラスになります。はい。会話の練習したい方とか、
なんかとにかく話したい方で、もうとにかく話したい方、もう私は話したいんだ日本語っていう方はぜひサニーサイドジャパニーズに参加してみてください。話せます。はい。でグループクラスなんですけど、ほとんどの人がね緊張しないで話せましたっていう風なレビューをいただいていますので、多分ほとんどというかもう全員って言っていいぐらい本当緊張しないで話せましたっていう人がみんな言ってくれてるので、なんかクラス参加したいけどちょっと緊張しちゃうなっていう方、ぜひ参加してみてください。はい。一緒に話しましょう。はい。シャドーイングコンテンツも無料で利用できますので、あとディスコードのコミュニティがあったり、先生たちと一緒にディスコードでお話ししたりとか、あとはメンバー限定のイベントとかも今後開催する予定なので、ぜひ、トライアルクラスありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。あと、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではですね、おやすみポッドキャストという、また別の、なんか、すっごいカジュアルな感じのポッドキャストをアップしております。あとは、このエピソードで出てきた言葉、新しい言葉を勉強できたりとか、できますので、ぜひこちらもメンバーになってみてください。はい。まあ、あっという間にね、6月でね、もう半年ね、今年も頑張っていきましょうっていう感じなんですけど、最近はね、デイブ・ザ・ダイバーっていう、ペイトリオのブログでも書いたんですけど、デイブ・ザ・ダイバーというゲームにハマっております。めっちゃ面白い。安いんだよね。2500円ぐらいで買ったんだけど、2500円でいいんですかってぐらいクオリティが高くて、ボリュームもなんかたっぷりで、なんか素晴らしいゲームです。もう笑えるし癒されるし、なんか楽しいし、皆さんぜひおすすめです。はい。まだまだ私はね、デイブ・ザ・ダイバー初心者なので、もっともっと頑張っていきます。はい、頑張ります。ということで、皆さんもまたお仕事や学校一緒に頑張っていきましょう。日本語の勉強も頑張ってね。はい。ということで、また次回。さようなら。